今回はウィリアムズ FW16 のパート4です。中島が見たセナとは、前回セナが亡くなった直後の櫻井義俊さんのインタビューを紹介しましたが、今回は中島悟さんのインタビューを紹介したいと思います。中島さんは引退後もセナについてたびたびインタビューされてますので、彼がセナについて語ってる文章や動画はたくさんあるんですけども、この亡くなった直後に語った文章がとてもリアリティがあると言いますか、セナについて語ってる中島さんのその内容が正確にセナのことを捉えていて、非常にシンプルな文章でわかりやすいです。なので、ぜひ紹介したいと思いました。一緒に走ることになった時、彼に勝とうと思ったこともある。今となっては、とても無理なことだっただろうと思うけれど、彼に勝つところまでいかなくても、どこか一箇所ぐらい僕の方が勝っている部分があるだろうと思っていた。中島選手が1987年初めて F1 に乗った時のチームメイトがアイルトン・セナだったわけですけど、この時 F1 の最速の男と組んだわけですね。もちろん中島選手だって日本で一番速いドライバーだったわけで、セナに対してどこか勝てるかなと思って走っていたわけですね。けれども結局全ての点で叶わないということが分かった。走行中に収集されたデータを後で分析すればそれは明らかだった。どこでもかしこでも彼は僕より速かった。テレメトリーによって詳細なコーナーごと、サーキットのセクターごとのタイムがわかるわけですが、全く叶わなかったということです。彼がどういう人間だったかということを語る気はないし、わからない。スポーツマンとしてグランプリドライバーとして速く走ること、戦いに勝つことにかけて意欲は一番持っていた。もちろんそれを実現する能力も持っていた。非常にシンプルな言葉で語られている文章ですけども、セナのことをとても正確に言い表しているし、中島さんらしい冷静な表現をしていると思います。まず最初のどういう人間だったかということを語る気はないしわからない。同じチームにいてもそれぞれ自分の車を走らせてるわけなので、毎日セナとおしゃべりをしてるわけではないですよね。なので語れるほどセナのことはわからないと。中島さんなりに思うセナという人はこういう人っていうのはあるとは思うんですけども、中途半端には語りたくないということが強いんじゃないかなと思います。で、次のスポーツマンとしてグランプリドライバーとして速く走ること、戦いに勝つことにかけての意欲は一番持っていた。F1 において誰よりも勝とうという気持ちは強かったですよね。ホンダエンジンを欲しがったのも勝ちたかったからです。もちろんそれを実現する能力も持っていた。この文章も非常に短いですけど、セナのそういった意欲、もしくはコース上での必ずしも行儀のいい振る舞いではないことも含めてこう言ってるんだと思います。プロストに対してあるいは他のライバルに対して強引なこともたびたびしてましたよね。だけどそれは勝つためには必要なことかもしれない。なので中島さんの言葉としてはそれを実現する能力も持っているという言葉になってるんだと思います。とてもフェアなものの言い方だと思います。リスクを避けるためにレールに乗って走っていても感動はない。走っている本人だって100の力を出して勝てなければ101、102の力を出そうとする。そうすれば時には限界を超えることもある。それがレースなんだと思う。ここで中島さんが言ってるのは、レーサーという仕事の本質を語ってますよね。もちろん、レース中の事故は起きない方がいいんですけども、レースというのは、そもそも限界に向かって走る、もしくは限界を超えようとして走るというものであって、限界を超えてしまうこともあると。それがレースだと言ってますね。だから死んでしまったことはともかく、ある程度事故が起きたり何か危ないことが起きるのはしょうがない。それが含まれているのがレースなんだというふうに言ってるんだと思います。そういう点で確かにレースは危険がついて回る。だから事故が起きたタンブレロが危険かどうかということを語りたくはない。危険がゼロということは我々の商売にはありえないのだから。やっぱりそうですね。レースには危険がついて回ると。で、よく言われてるタンブレロの路面が危なかったという話がありますけど、もちろん事故の分析としてそれは大事な情報なんですけども、セナもそれを分かって走っていたわけで、過剰にこれが危なかったからセナは死んだ。これがこうだったからセナは死んだって言い過ぎるのは、それはレースの本質から離れてしまう、ちょっとそれはおかしいっていうようなことを
言いたいのかなとも思います。もちろん事故の原因を分析することは大事なことだと思いますけども、少なくとも僕にとって彼は天才だった。コースを走っている時、セナと僕は全く違う世界を見ていたのだと思う。彼は間違いなく英雄だった。今回の事故も英雄らしい死に方だったのかもしれない。でもやはり生きていて素晴らしいレースを続けてほしかった。中島さんは基本的に冷静なものの見方をする人だと思うんですけども、その彼からやはり天才という言葉が出てきてしまうほど、セナというのはすごいドライバーだったんだと思います。一緒に組んでいた中島さんが言ってるわけですから、とっても説得力がありますよね。中島さんよりもセナの方がいいシャーシだったとか、そういう細かいことは置いといて、同じ車を走らせていた人間がそう語ってるのは、私たちがセナのことを推測して天才っていうのとは全然意味が違いますよね。言葉の重みが違うと思います。で、先ほども言ったように、セナのやり方が正しい正しくない、それはまあ置いておいて、何が何でも勝つ、それを世界に見せる、実現するという意味でも、やはり英雄だったんだと思います。それは私もそう思います。で、前回動画のコメントに書いてくれてた人もいますけど、そんな英雄であったセナが、じゃあどうやったら幕を引くというか、どうやってレースから消えていくかといえば、やはり極論ではありますけど、死んでしまうというのが彼のスター性に対して自然なものだったのかなと思います。もちろん死んでほしいという意味ではありません。セナが衰えていってレースから消えるというのは、まあありえないというか、皆さんも想像ができないと思います。でも最後にはやはり中島さん言ってますね。生きていて素晴らしいレースを続けてほしかった。まあそれはそうですよね。誰も死んでほしいなんて思ってるわけないですから。ずっと元気なセナでいてほしかったっていうことでしょうね。まあすいません。私の解説がとても長くなってしまいましたけど、これがセナが亡くなった直後、F1 グランプリ特集に寄せた中島さんのインタビューといいますか、文章になります。中島選手は初年度、セナと比較されて、なんでセナに勝てないんだってことを言われたりとか、その当時はとてもきつい思いをしたかもしれないですけども、おそらく今となっては、レーサーとしての経験、もしくは人生経験として、アイルトン・セナと組んだというのは、とっても財産になってるんじゃないのかなと思います。セナが亡くなったことについて、これまでいくつか動画で紹介してきましたけども、まあ、それはもうこの辺にしたいと思います。はい。皆さんはこの中島さんのインタビューを見て、どのように感じましたでしょうか。ぜひコメントで教えてください。はい。今回はここまでです。いつもコメント、高評価ありがとうございます。本当にいつもコメントくれる方、欠かさず動画見てコメント書いてくれるんで、どうもありがとうございます。いつも見てくれる皆さん、コメント書いてくれる皆さん、高評価を押してくれてる皆さんのおかげで、このチャンネルは成り立ってますので、はい、次回も頑張りますのでよろしくお願いします。